こんにちは、いらっしゃいませ。ヒーローズコーヒーの広田です。コーヒーはね、いろいろあるうちのいくつかはフェアトレードみたいなやつやってます。はい。で、中には知り合いの人が現地から直接高値で買い付けてうちに持ってきたのもあります。その意味というか認証的なやつはない。ただ現実的にこれなんかもうご存知の人ご存知だと思うんですけど、辻村先生はタンザニアのルカニ村プロジェクトやってますけど、そういうところの豆なんかも置いてます。で、あんまり自慢できない一応コーヒー屋なんで、コーヒーは美味しいです。これも一応障害者の方の福祉施設さんが作ってるやつを入れてます。美味しいから。はい、美味しかったです。同じものがあるんだったらそっちの方がいいですよね。同じようなもんだったらとは思うんですけど。社会に少しはメリットになる製品を扱いたいということでしょうか。よりベターになる方が同じものであれば、逆に言うと、例えば全然美味しくないフェアトレーダーというても美味しくないものと美味しいものあったら、それは食べるものであれば美味しい方がいいじゃないですか。どうですか？穴だらけの T シャツと、T シャツ着ないといけません。穴だらけのフェアトレーダーの T シャツ、穴が開いてない普通の T シャツどっち買います？穴がない T シャツにってなるでしょ。同じ最低限というか、そういうものとしての質はいるよね。だから最初はやっぱりそれのものとしての品質なり特徴があるものがいいですね。だからさっき言ってたこのルカニ村はルカニ村の豆として美味しいです。特徴もあります。これはこれで人気あります。でかつそういうフェアトレードとかいうのがあるんで、でも全然他のコーヒーと味同じやったらね、面白くないでしょう。やっぱり最初はなんだかんだ言っても必要なんじゃないかな。フェアトレードはフェアトレードやの、まだまだ考えないといけないこといっぱいありそうで全部知らないから、ここのルカニ村の農家の方はタンザニアの中では農家としてはもう超お金持ち、そうじゃない人もいっぱいいる。じゃあお金持ちのその国にとってお金持ちのところにフェアトレードでお金が行くわけでしょ。もっと貧乏な人のところに直接僕らとしてはお金が行ってないわけですよね。でそれでいいのとかいう疑問というかはいろいろ考えるところがあるかなと思う。いわゆる認証あるじゃない、フェアトレードマークの。それには直接関係なくても、要は作っている人たちでもフェアトレードなんで、作っている人たちも真ん中に来る人たちも僕たちみたいなところも最後の消費者の人もみんながフェアにちょっとずつ負担してるんでしょ。でもそれが作ってる今の話だと途上国というか作ってる人たちにちゃんとバックしてる、フェアにね還元してるっていうようなものでいいですよね。キムさんと会えた個人的でしょコミュニケーションツール、いろんな人のつながりも増えるかな、フェアトレードした方が。でやってたらさっきも言ったように知り合いの知り合いがそういうミャンマーのやつだけど、さっきの話ね、豆持ってくるから扱ってくんないとかね、話来るもんね。話のネタにはなるよね。お客さんに対してもね、これはこんなやつなんですよとか言って、商売少なくともでも商売で、最初の方にも言ったけどフェアトレードだから売れるという感覚はあんまりない。さっきその現地から直接持ってきてもらうとか言うじゃんね。そういうことはそれ自体も豆自体もすごいオリジナリティあるわけじゃないですか。特徴が、普通に出回ってる豆じゃないから、それが美味しかったら
いいですよね。いい豆だったらどんどん置きたいですよね。それが結果的にフェアトレード的な商品であればよりベター。だからさっき言ったようにフェアトレードですっていう売り方してないから、確かにその点はね、ないし、そういった意味ではないかな。でもフェアトレードっていう言葉みんな言葉ぐらいはみんな知ってるもんね。そうですね、さっきも途中言ったように、ユニークなものであればどんどんね、別にだからさっき言ったようにフェアトレードだからいいとか悪いとかっていうつもりないんで、そういった意味で続けるというかあればいいなとは思いますけど、いわゆる今言ったようにいろんなね豆ありますんで、一度お試しください。美味しいかつフェアトレードももちろんあります。美味しいのは全部美味しい、いろんな味わいあります。お試しください。